今回なんですけども、東北でですね、買ったカードを紹介したいと思います。やはい、並べてみたけどすごい量だね。やば。とにかくもうなんか企画で頑張って買ってみたら、なんかもう状態見るのめんどくさくなって全部くださいみたいなことしてたらこうなってしまったと。はい。でもちろん状態全くほぼ見てないんで、どんな風な状態なのかね解説お願いします。気になるね。だからそもそも何買ったかすら分かってないあ、じゃあもう本のが当多いから、初めて見るみたいな。そう、そしたらね、このねショコタンのね備品が紛れていたということで覚えてない。覚えてないですまあ、とにかくこちらバチバチです。でも擦り傷とかあるかちょっと、まあとはいえこんな感じでちょっとねカードあるんで、すごい、これはどうしこれはよもう炎上すんのかなう。どうだか。買いすぎって言ってマジで炎上しそう。お気に入ったパターンもあるから。そうだね、なんか別にその新しいものを買ってるわけじゃないからね、中古品だからね、まあ普通に売っててまだ購入制限あるわけでもないんで、この世のねポケモン、日本のポケモン俺が全て枯らしてやろうと思ってます。そういう勢いで買ってるからね。そういう気持ちじゃないとやっぱポケ語りできませんからね。そうそうそう、だって俺らも撮影のために頑張っていってるからさ、買わなかったら企画そもそも総倒れだからね。そうです。今回は主に何を買ったかっていうのなんですけども、キューラとカードいいね、うん。ちょっと紹介していきたいと思います。はい、というわけでですね、こちらカードいいなんですけども、はい。パックがまずこれね、こうカードをゲームのやつにこうスライドさせて遊ぶタイプ、キューラの後に出たカードになります。こちらで、第1弾から第5弾まであって、その間にマクドナルドのプロモのコラボとか、そういったものがねあった。だからクリスタルタイプとか、それは基本カードインになります。でマックプロモのねブラッキーとか、よく有名なやつで言うとピカチュウとか、そういうのもかなり人気の段で、最近ねほんとホロでもすごく高いということでね、こちらカードインでございます。で今回その大体今カードインの相場なんだけど、こういうアリアドスとかってあんま人気ないのね。でここに一応ファーストとアンリミ表記があって、例えば第1弾のアンリミは非常に高いと言われている。プロモというかね、懸賞品というふうに言われてます。昔抽選であった、ほぼ確定でそういうふうに言われてるんだけど、第1弾のアンリミ、ノーマルなんですけど、ノーマル以外は基本アンリミはそんなに高くはないです。なるほど。で例えばノーマルでも高いのがあって、カビゴンが温泉に入ってるやつね、ちょっと今ポンって出ないんでフィルムが画像で出してくれるんですけどとか、そういったところでノーマルも非常に価値があるカードになります。でさっき言ったですねマックのやつ、これはロコンのマックのここの右下のところにですね、マクドナルドプロモのやつはねこういうふうにここに記載があるっていう感じになってますね。でここら辺は、第1弾第2弾第3弾第4弾の5弾のアンリミで、これがバーサスです。これはこっち側にカードイーとはまた違うんで、ちょっと今回は省きますけど、でもこんな感じでね、カードイーでも、これはちょっと高いんだけど、1000円とかで売れる場合もあるよっていう感じですね。まだだいたいストレージにものによってはだいたい500円前後とかそんな感じでカードイーは取引されております。じゃあちょっとね、軽くカードインの説明したんで、カードインのね状態を見ていきたいと思います。人気どころで言うとですね、大体、ちょっと分類していこう。基本的に、ここら辺はそんな人気なくて、ここら辺がね中間ぐらい、ここら辺はあんまり人気ないところですね。これも中間ぐらい。ライコーとかここら辺人気です。これバーサスですね。ここら辺は、こんな、そうだな、ブースターも今非常に人気が高いです。ブースターないんだよね。ここら辺も人気ですね。これも超人気。僕の主観でさっと分けると、だいたいこんな感じで人気か人気じゃないかっていう。怪しいな、ウィンディでも最近人気なんだよな。もう一個からこっち作っとくか。ちょっと待ってね。こうちょっとね、一番人気どころをちょっと分けていきましょう。ここら辺は人気ですね。エンテとか。ここら辺を見つけたら即買いレベルのカードで、ここら辺はそうだな、ウィンディ9個もちょっとあれだけど、ヘルガはウェブですね。これウェブカードっていうのも気をつけてください。ここ左下にウェブって書いてます。これはちょっと今回はあんまりないんで、こんな感じでちょっと分けてみました。ここら辺はヘルガ、ライコ、エンテ、三剣、御三家、
御三家じゃなくてカメックス、ライコ、ブースター。これがさっき説明した、はい。これがファースト。これがアンリミ。これが違います。ここね。ここ。では、アンリミの方が若干安い傾向にある。一段以外は。で、ここに3兆を。で、これがめっちゃ高いです。ブースターも本当に珍しいんだけど、これのゼニガメ、ゼニガメヒトカゲ、ピカチュウかな。うん。これがホロのバージョンの Mac のやつですね。これがめちゃくちゃ人気のゼニガメです。はい。まあこんな感じでちょっと分類分けしました。まあ基本あんま人気ないところでいくと、まあ草タイプはね、やっぱりどうしてもね、どのポケモンも人気あんまないです。なんで、この辺もだいたい3000円以下ぐらいかな、基本は。まあ値段もちょっとこれ高いかな。ちょっとこれ高いんで、ちょっと状態見てみよう。まあ高いと言っても、最近で言うと安いんだけど、状態次第では非常に安い。あ、めちゃくちゃ状態いいんで、これはかなりお得でしたね。今、リアドスでも7000とか普通について、買い取りでも数万とかついてるんで、傷があって販売がだいたいこんなもん。で、傷がないと販売が7000とか。だからこれ安いっす。だから備品で4000とかなのかな、満額で言うと。っていう感じがします。まあ次に人気どころらへんが、まあ大体ここらへん。サイドン、ゴローニャ、イノム、カイリキ。まあこれで言うと、ゴローニャ、カイリキは若干にここよりは人気あるんだけど、まあでも、ここら辺もまだよく見るやつです。まあこれも大体3000円前後かな。傷ありって書いてあるんで。だと安いかなっていう印象。うん。あ、でもの割には結構いい良いかもしれない。ああ、結構いいっすね。2キュッパでこれはかなり綺麗だったと思います。まあ、ここら辺がまあ次に人気どころっていうか、まあ、ハガネールは若干こっちに入る入る場合もあるんだけど、ハガネールもでも、あ、この辺はね、結構傷ありますね。綺麗な風に見えて結構傷あるって感じ。と、これメガニウムも、まあまあ結構人気どころです。これに傷ありますね。うん。あ、折れてますね、これ。うん。ここの俺。はい。これで4000ぐらいか。まあまあ、ちょっと高いかな。これはね、枠切らが結構ありますね。はい。こんな感じで。まあまあ、これ辺も、うん。あとはハッサム。うん。これも、まあまあ、傷はちょっとあれですね、やっぱどうしても。と、ブビーですね。まあ、ここの3つは、まあ、分類分けむずいんだけど、まあ、あんまり人気ないところかな。ハッサムとメガニウム綺麗だったら、かなり高いんですけど、まあ、次にここですね。まあ、不思議花とかキューポンとか、ウィンディとか、ここら辺も非常に人気の、ところ。カードいい。まあ、ちょっとね、ウィンディ状態見ていこうか。8800円だったら、あ、すごい。30スリーブです。8800円だとどうなんだろう。あ、ちょっとね、ファイルコン。よくあるんだよね、これカードいい。ファイルコンですね、これ。ここにファイルでカードとカードを背合わせにすると、何十年も経つとこに跡がついちゃうみたいなファイルコンがついてます。あとは綺麗かな。なんかわっきらまるね。なんかね、よくあるんだよな、ファイルコンのカードいい。なんで買うときは、ファイルコンもちゃんと気にして状態を見てあげてください。で、ちょっと不思議花見てみよう。不思議花18だったら、まあまあ、綺麗で目ではあるかもしれない。はい。うん。まあそうっすね。かなり状態良さそうな感じ。うん。だいぶいい感じな気がします。はい。というわけでですね。続いて、こちら。はい。こちらが人気どころですね。基本、フリーザとかもう備品全く見ないね。シャワーズ、ゼニガメ、ここら辺の備品も全然見ないです。ブースターに限ってはよく3枚待ったなっていう、本当その奇跡的な話。で、ここも3件もないし、ヘルガーもないです、もう本当に。昔いっぱいあったんだけどね、もう全くなくなっちゃいました。というわけで、じゃあまあ、ここの中で一番みんな気になるのって多分、ブースターとゼニガメとかだと思うんで、ちょっと見ていきたいと思います。
見えるかな、ここ左上、これだ、ここが折れてます。まあでも他は綺麗かな。こういうのが一番難しくて、まあ難しいよね。こういう傷でも最近高かったりするからさ、それでまあこんな感じの値段になってるのかもしれない。はい。まあでも1万5,000円だったらもうちょっとかけてくれるとかだったらいいんじゃない？これ気になるわ、ブースター。俺状態見てたっけこれ店で。どうだったっけ？ちょっと気になるね。これ確かどこだっけこれ。あれだ、よろずやじゃない？見ればわかる。おお、でも最近の中じゃマシな方じゃない？これも左だな。まあなんか許容っすね。全然なんかまあちょっと傷はあるけど、最近これぐらいだったらいいでしょっていう感じのレベルの傷っすね。はい。おお、傷ついてんな。まあでも6,800円だったらいいでしょっていう感じですね。ブースターだったら。じゃあついでになんか見ましょうか。シャワーズもあるわ。シャワーズも見てみましょう。これさ、イラストめっちゃいいよね。めっちゃいい。4段ファーストのシャワーズです。はい。まあ。そうだな。ちょっと脇らこの辺ね、見えるかな。あれっすね。はい。というわけで、こちら辺も。まあ、状態は非常に悪くないでしょう。カード E の説明をさせてもらったんだけど、ちょっとざっとになっちゃったんだけど、とはいえね、10分ぐらい語らせてもらったんで、ちょっと珍しいところあればね、もっとしっかり紹介できたかなっていう。カード E のクリスタル、最近全く売ってないんだよね。ちょっと紹介できないんで、それはちょっと買った時にタイミング見て紹介します。多分旅でもクリスタル一回も出てきてないんじゃない？ああ、確かに。続いてですね、皆様お待ちかねのヒューラを紹介したいと思います。お願いします。はい。でね、こいつですよ。ファンクラブ EV なんですけども、これはね、ポイントを集めて特製グッズをもらおうというポケモンカードのファンクラブで入会して集めた1年間集めたポイントでもらえる特製グッズ。で、ポリゴンが700ポイント。で、EV が500ポイント。で、プレマが600ポイントの今国ドードコインが400ポイント。300ポイントでキオポスター、50ポイントでタッチ交換っていうのがね、交換できたっていう。それのですね、こちら500ポイントで、なんでこっちの方がね高いんですよ。これが一番高いんですよ、ポリゴンより。そうなんで当時なんかみんなそのポイントを集めてポリゴンを目指したらしいのね。だから EV を交換してるのが少なかったっていう。なるほど。それとこれなんかプレイ用のカードで強いっていうので、こちらがね今高いって言われております。言われておりますというか高いんです。はい。29万しました。高っ。28万6,000円です。というわけでちょっとね状態も含めて見ていきたいと思います。なんかこれもつけてくれた良心的。はい。でちょっと状態を見たいな再度。はい来ましたと。表のスレはほぼないかなと思われますね。ちょっとここにワッキラがあるぐらい。でもそんなにわからない。そして裏面です。ここら辺ちょっと擦れてる気がするっすね。まあでもほぼわかんない。あと上の点掛けぐらいでしょうか。まあ僕鑑定とか出さないんでよくわかんないんですけど、多分鑑定で言うとまあ9とかそのレベルになってくる気がしますね。はい。まあ8はない、さすがにこれで。で今 PSA9 の相場が約50万です。なんでまあ大体これ東京だったらまあ28万だから、まあ、40万ぐらいですね。えぐいなそれ。40万切ることは多分ないと思います、このクラスで。逆にだからさ、これ3月から売れてないんでしょこれ。言ってましたね。このブックオフさん行った時にこれ3月から残ってたらしいんですよ。信じられないなと思って。これまあもうこれ家宝にします。3月でだって今10月だから7ヶ月半年以上売れてないんだよこれ。ありえない。いや28万、確かに高額だけどなかなかそれはないと思うっすね。
でまあ僕めっちゃ買ってるっすけど、なんだかんだなんかまだ在庫あるとか、みんな裏から出てくるとかブゴフのやつも言ってたじゃん。だから全然ね、僕の中ではもうガンガン経済回してる感じなんで、買われたと思うかもしれないけど、いや3月から残ってるからねこれ。店は博物館じゃないんで、見つけたら欲しかったらね自分で買いましょう。エクストラ EX でこのですねポケモン図鑑おお、出たカード。スの、開封済みなんですけど、帯付きのを見ていきたいと思います。これ多分初めて見る人非常に多いんじゃないでしょうか。はい。はい、上巻下巻があって、図鑑カードって呼ばれるやつですね。こちらが価格が7万円です。おお、だった気がする。で、まあほぼコンプリートされてて、なぜかこれはお店側でね、こういう風に梱包してくれてました。で、これはだから開いちゃってたみたいね。開いてたのか開けたのか分かんないんだけど、ただフルコンプっていう風に書いてありました。でこちらが、一緒にカードリストですね、入ってるやつですね。これにチェックをつけて何を買ったか何を持ってるかっていうのをこう集めていくっていう、こういう風に入れてこうピュンって出てくる感じのカードです。でこちらが、その後の未開封のやつですね。一応未開封っていうくくりになるのかな。はい。で一応これがホロとか入ってますね、ここの裏にね。はい、でこんな感じで裏面にこれが入ってると、カードリストが。で集めたカードをチェックしてねっていう感じのやつです。でこれには 3D カードとかね、ホロバージョン以外にもいろいろあって、で例えばほらラティラティもこんな感じで、見たことないでしょこのイラスト。ちょっとずらすけど、はい、こんな感じで入ってたりとか。ちょっとさあれはね、こっちはちょっと開けられないから、お店がやってくれてる方をちょっと開けてみようか。多分これも7万円で結構高いんで、なかなか売れてないんじゃないかなって思いますね。よろずやでしたね。まあ図鑑カードに関しては多分ほぼほぼまだまだね日本の周知されてないんですけど、ちゃんとよろずやさんはそれに対して値段をつけられてる、ちゃんと分かってるというか。結果コーナーにはなかったですもんね。そうだね、カードラスコーナーっていうのがあって、はい、これがね、日の嵐、マグマ嵐、傷ついてるねっていうことはまあ開封されてたのかな。はい、これがね、でも綺麗だね結構。テッカテカです。エンテイ入ってました。エンテイとスイ君。こちらね、番号順にはなってないね、多分。はい、ピカチュウですね。ピカチュウのフォロー。まあ、これも、鑑定できる。ゲンガーいるじゃん。これ結構します。ゲンガーと、あとはオーダイル、ミニ竜、白竜、海竜。ラティラティも入ってますね。あと、エーフィー、ブラッキー入ってるわ。ここら辺は結構しますよ。これだけで1枚1万するんで、ブラッキーとか。マジか。あとこれアブソル、これ結構するな。これ開封済みでだけで高いな。これミュウツー入ってる。おお、ミュウツー、ミュウデオキシスなんだ。すごい、バチバチ。めっちゃかっこいいこれ。しかもこれはミュウミュウが入ってたり、なんか今のカードに通ずるやつが入ってるですね。ここの 3D カードっていうのがあって、これがはい、これがねちょっと見せるんだけど、これがルカリオとかの勇者のやつが入ってて、これはですねこういう風に、図鑑カードを集めるとポスターになるっていうやつですね。これも高いです。これ全部セットで、物に結構何種類もあって、今回はこのピカチュウの種類なんですけど、すごい。こちらも非常に種類が多いです。いろいろ映画版の種類があって、海外で言うとこれだけでそうだな、5000円から1万5000円ぐらいの間で取引されます。これだけでね。でこれはいろいろ種類がある。なんでこれはね多分ただのイラストなのかな。これで後ろにねいろいろ逆に見せると、後ろはこんな感じでね、ほらポケパークになってたりとか、これはねポケパークのね裏側なの。だからほらカードになってるじゃん。これのポケパークの裏にもなるよっていう。すごい。ほらポケパークのピカチュウとか、ほらこれカードにトレカになってるでしょ。だから当時これ図鑑カードとトレカで一緒になってたんだね。この水五郎とかさ、トレカになってる水五郎とこのジラーチもいるじゃん。そうそうそう。
でほらこのルギアもさポケパークのルギアじゃん。あ、本当だ。みたいな感じでこんな感じでね、裏はポケパークになってるピカチュウバージョンですこれは。というわけでですね、こちらが図鑑カードの説明になっておりました。どうですかエクストラ。新鮮。新鮮でしょ。まあこれはね、かなりコアなところなんで、今後もしね図鑑カードとかもね興味あるなっていう人は是非ねお店でチェックしてみてください。結局ここら辺は基本ポケモン人気になるんで、人気のないポケモンは本当に安いというか、もう10円とか20円とかそのレベルなんですけど、人気のあるポケモン逆に備品であると非常に高いっていう傾向にあります。ちなみにこれ800ストレージ 2,3 本分ぐらい僕持ってます。マジか。はい、バチバチでもうずっと貯めてますから、この注目される前からね。はい、というわけでですね、今回東北で33件目ということでですね、はい。あとは、関東と、福島今回行けなかったんで福島と石川県とかね、そこら辺ですよ、その周りと、あと沖縄ラストポケカ旅全国制覇したいと思います。楽しみです。もうこれね、なかなかこんな YouTuber いないんでね、みんなの地元行ってねめちゃくちゃ買って本当申し訳ないんですけど、逆に言えば動画で売りに来てくれる人もいるんで、数ヶ月したらね絶対在庫戻れますし、もう僕たちのね最後までちょっと突っ走っていきたいと思いますんで、ここまで来た。どうかですね、応援の方よろしくお願いします。お願いします。でこの動画いいと思ったらですね、チャンネル登録と高評価の方お願いします。お願いします。いいコメントいただけるとすごい励みになるんで、はい。はい、意外と俺らもうね毎回今回も1200キロぐらい運転してるんで、はい。はい、というわけで皆様またなということでございます。ありがとうございました。おやすみ、ゆっくり寝な。はい、ニンニンたくさん売りに来てくれ。うん。頼んだぞはい、しまおう。ありがとうございました。生まれないよこれ以上回しててもあらさあらすえい、絶対今消したふりしたな分かってんだよ。しまうぞー。こちらですね、今静岡をですね到着しまして、静岡にですね、はい、今回静岡のポケカ事情を調査していきたいと思います。あれえぐいぞ。やばいよね。昭和初期からありそうな。やばっ。